皆さんこんにちは、激吉です。今回のサイバーパンクモッド紹介はカテゴリーを4つに分けて見ていきます。1つ目は UI 関連、快適、便利、かっこいいユーザーインターフェースに変更していきます。2つ目はビジュアルとグラフィック、モダンで美しい RAD や ENV といったモッドでビジュアルをオーバーホールします。3つ目はフェイスモッドとボディモッド。フェイスモッドではキャラクタープリセットも多く紹介します。ボディモッドは定番となったあのモッドをさらに拡張していきます。そして最後はゲームプレイ、ゲームのバランスを崩さず楽しく快適に遊べるモッドを紹介します。とこんな感じでいろいろなカテゴリーを見ていきます。紹介するモッドの総数もですね50個近くになってしまいました。長時間の動画となりますが、きっといいものが見つかると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速始めましょう。ではですね、各カテゴリーのモッドを見ていく前に、ゲームの起動を爆速にするロードビゴンを導入しておきます。このモッドを導入すれば、ゲーム起動時のアニメーションが全てカットされ、ブリーチでスペースキーを押すこともなくタイトル画面までスキップします。ただし、完全にこのモッドを機能させるには、起動オプションに一文加える必要があります。Steam で起動する場合は、プロパティの一般起動オプションに、ランチャースキップモデットスキップスクリーンと入力しておきます。ボルテックスで起動する場合は、ランチャーの編集でコマンドラインの部分に先ほどの一文を加えます。それではここからいろいろなカテゴリーのモッドを見ていきます。まずは UI 関連のモッドから。ユーザーインターフェース1つ目はインワールドナビゲーション。目標までのナビルートが画面上に表示されるようになります。マップを開いて目標を追跡することでナビが有効化されます。目標までの移動が本当に楽になります。もちろん運転中も表示させることができます。車に乗っている時は歩道じゃなくて道路にナビルートが表示されてていいですね。2つ目のモッドは Objectives HUD。周辺のクエストやサイドクエストなど全ての目標を HUD に表示してくれるモッド。常に何かしらですね、クエストこなしながらナイトシティをうろうろしたい方におすすめです。3つ目はベタールートマーカー。コンテナの中などにどんなアイテムが入っているか分かりやすく表示してくれるマーカーを追加します。武器やアーマーなどですね、何が入っているか略奪前に一瞬で分かります。4つ目はオルタナティブ保温アイコン。古臭いデザインの電話アイコンを現代的な電話のデザインに変更します。ブリック保温アイコンのファイルの方はですね、無線のようなデザインに変わります。5個目はスパイシー HUD More UI&HUD カラー。全体的な HUD のカラーを変更します。現在のプリセットはイエロー&シアンですが、 FO モッド形式で選択できるカラープリセットは全部で10種類あります。レッド&ホワイト、パープル&ホワイト、グリーン&ホワイト、オレンジ&ホワイト、ブルー&ホワイト、ティール&ホワイト、ピンク&ホワイト、ホワイトアウト、ピンク&ティール。お気に入りを見つけてください。6個目は Redux E3 スピードメーター。E3 のデモで公開された当時のスピードメーターを再現したものです。個人的には E3 関連のモッドはあんまり好きではありませんでしたが、このスピードメーターデザインもレイアウトも現状のものより優れていると感じました。スピードの表示はマイルとキロメーターが任意で選べます。絶対こっちの方がかっこいいですよね。僕だけなのかな。UI 関連最後のモッドはキロシオプティカルクラウドスキャナー。何でもないような NPC をスキャンすることで、その NPC の生い立ちや現在の職業といったバックストーリーが表示されます。バックストーリーは NPC の外観や性別を考慮して生成されるようですが、中には意外なバックストーリーを持つ人もいるようです。日本語化に関しては別途翻訳モッドがありますので、上書きして使えます。手動で導入した方が分かりやすいかもしれません。
次のカテゴリーはビジュアルとグラフィック関連のモッド。サイバーパンクでビジュアルを改善するにはですね、LAT や ENV といったモッドを使うのが現在の主流です。全体的なカラーグレーディングは LAT、照明や VFX 効果は ENV といった感じに分類されています。昨今のサイパンのビジュアル関連のモッドではこの LAT と ENV の効果が絶大で、リシェードを使う意味が薄れつつあるような気がします。動画でもリシェードに関しては軽くシャープネスをかけている程度で、他のエフェクトは一切入れてありません。それでもバニラとは比べ物にならないほど LAT と ENV を使うことでビジュアルは強化され、余分なエフェクトを使わない分パフォーマンスヒットを抑えられるメリットもあります。そこでまずは現状最も有用で突き抜けた LAT と ENV を備えたモッド2つ紹介します。まずはノバラットですね。このラットはコントラストとサチュレーションが低めに抑えられたカラグレでビジュアルを構成しています。サイドを抑えてカラフルなイメージをなくすことで、現実に近い実写のようなビジュアルを再現しようとしています。でその試みがですね、見事にサイパンの世界観とマッチして異様なほどの写実的なビジュアルと没入感がゲームの中で実現しています。今ラットを選ぶとしたらこのノバラット一択ではないかというほどですね、優れたビジュアルモッドではあるんですけども、ゲーム内のガンマッチやですね HDR の輝度やトーンマッピングの調整はですね、ある程度見つめていく必要があると思います。もう一つは GITS3.X ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊のビジュアルをイメージさせるラットですね。多くのバージョンアップを重ねて作り込まれた凄まじいビジュアル強化モッドです。この GITS で最も優れた部分は ENV に多くの VFX 効果が含まれているところだと思います。 D ライトではですね、車内の照明が強化されて D グラスはガラスの映り込みを再現しています。一人称視点でのドライビングの没入感がぐっと上がります。パーフェクトレインも素晴らしい雨の景観を演出していて、レイトレとの相乗効果もあってビジュアルのクオリティが凄まじいものになります。そしてこの GITS とノバラット、この2つを組み合わせることでさらに写実的なビジュアルに近づけることができます。ラットはノバを使い ENV は GITS、 この組み合わせが個人的には今の時点で最も美しいサイバーパンクのビジュアルオーバーホールだと思います。 HDR の輝度とトーンマッピングの調整だけでですね、ここまでグラフィックの表現力が変わってしまいます。ということで次から細かい部分のビジュアルグラフィックを調整するモッドを紹介していきます。まずはトラッシュビゴーン、道端なんかに転がってるゴミを除去してくれます。気持ち悪い虫も完全に駆除してくれます。すっきりしますね。お次はプリムスコープ、ほとんど全てのスコープの緑がかったエフェクトなどを取り除いて見やすいビジュアルに変更します。変更されるのは長距離スコープだけでなくホロサイトなどもすっきりとした見た目に変わります。スマート武器に関しては HUD の緑のエフェクトを除去します。スマート武器を装備したまま移動するとき、HUD 本当に邪魔くさかったのでとても助かります。ありがたいものですね。そしてプリムスコープはミリテックホロサイトにも対応するパッチがあります。このサイトがすごくかっこよくてですね、お気に入りになってしまいました。ぜひ試してみてください。
そして戦闘が始まったので語話表現を加速させるモッドもご紹介します。最初はブラッドパトルズエッグハンスト、死体からの出血で徐々に血だまりが溜まっていきます。すごい演出ですね。血しぶきのエフェクトはブラッド FX エクステッドで強化してあります。こちらも一緒に導入してください。そしてさらにモアフリクエントディスメンバーメントを入れておけば切断のチャンスが高まります。頭も胴体までも簡単に吹っ飛んでしまうようになってしまいます。血の気の多いアウトを好まれる方はぜひ試してみてください。ビジュアルグラフィックス最後のモッドはクリスタルコートについて、パッチ 2.11 でレイフィールド社製の車のみ車のカラーが乗車時に変更できるようになりましたが、このクリスタルコートの機能を搭載したビークルモッドがすでに存在します。それがこの車ですね。ランボルギーニレブエルト、レイフィールドの車と同じようにクリスタルコートで好きなカラーに変更できます。車自体も本当にクオリティが高くて素晴らしいです。今後もクリスタルコートに対応したビークルモッド増えてくるといいですね。3つ目のカテゴリーではキャラメイクやボディモッドを見ていきます。キャラクターをカスタマイズしていく上で最も重要になってくるのがキャラメイクでいい顔を作っていくことだと思います。とはいえなかなかパーツの組み合わせで思った通りの顔は作れないので、ユーザーがアップしているフェイスプリセットを使います。このフェイスプリセットを使うにはアピアランスチェンジアンロッカーとプリセットファイルが必要になります。ダウンロードしたプリセットに階層が作られていない場合は手動で配置してください。配置する場所のアドレスは概要欄に記載しておきますので確認してください。それではいくつかフェイスプリセットを厳選してみましたのでさらっと見ていきましょう。それではまず1つ目のプリセットはミュープリセット&クリーン 100% セーブ。セーブデータも付属したプリセットです。プリセットは2種類あります。セーブデータは使えませんのでプリセットファイルのみを手動で配置してください。アジア系の顔立ちで刺さる方にはかなり刺さる、そんなプリセットですね。2つ目はダーク V プリセット、ダークなゴス調のプリセットですね。髪型はウィンディアヘアコレクションのものを使っています。目は格闘アイズ、フェイスタトゥーはブラックワークタトゥー、このタトゥーはぜひ入れておいてください。3つ目はマイ V プリセットシャイアー、中東系の顔立ちなんでしょうか。サイバーウェアが特徴的ですね。髪型はマナボルテックスヘア、この辺の要件はですねモッドページに記載してありますのでそちらで確認してみてください。4つ目はキュート E ガールプリセット for female V、 いかにもサイパンらしい女性フェイスプリセットですね。タトゥーがかなり目を引きますが、この辺のモッドはボルテックスより手動で導入する方が確実に導入できると思います。5個目は MyFemV プリセット。これは再現するのが結構難しかったです。結構古いモッドが要件になってたりするので、ほとんど今使っているもので代用してます。6個目は 4K コンプレクション&ボディフォーフィメル V の作者の方のプリセット。要件が分からなかったので目とかはそれっぽいものを使いました。いかにも主人公らしい顔ですね。素晴らしいです。そして最後は信じられない、この演出は最初面白かったですけど今はかなりイラッときますね。最後は僕がずっと使わせていただいているプリセットです。何のプリセット使ってますかとよく聞かれるのでここで紹介させていただきます。サイパン始めた頃からずっとこのプリセットですね。ほとんど変えることがないです。キャラクターの顔が決まったら目のテクスチャも変更します。今回紹介するのはいつもと雰囲気が少し違います。キラメ2343ユニークアイズセット&アイシャインオーバーレイズ。このモッドは目のテクスチャをアニメ調のものに変更してなおかつオーバーレイで目の輝きを追加する装備アイテムが含まれています。導入はちょっとややこしいですがちゃんと要件を満たせばちゃんと導入できます。
輝きを追加するアイシャインはアトリエストアで購入してエクイプメント EX で装備します。こういった機能は今まで使ったことがなかったので面白かったですね。スクショ撮影がはかどると思います。ぜひお試しください。フェイスモッドの最後は刃も変えていきます。ティース&メタルトゥースを使ってシャープでメタリックな刃に変更できます。導入は手動でモッドページのスクショを見ながらファイルを一つずつ入れていく方が確実です。どのファイルが何を変更するものなのかしっかり説明を読んでください。では次はボディモッドを見ていきます。ただ正直ボディ自体に関しては現状 EBB もしくは EBBP 以外選択肢がないんじゃないかなと思います。ラッシュやソロボディも本当に素晴らしいと思いますが、対応する衣装が少ないのが痛いところですね。新しくリリースされる衣装モッドのほとんどが EBBP に対応していくことから使いづらさは否めないです。なので今回は EBBP プッシュアップエンハンスドビッグブリストボディで進めていきます。この EBBP はプッシュアップされたバストに加え RB リアルバットと呼ばれるボリュームのあるヒップも選択できます。加えて VTK と呼ばれる機能的なハイポリメッシュが搭載されていて、ヒールを履くための切り替え可能な足のメッシュなども含まれます。今回この EBB をリグで拡張してみたりスキンの変更をしてみたりします。ではまずリグを変更してみます。リグとはスケルトンを調整してボディをカスタマイズするもので、基本的にはどんなボディでも使えます。このハイストのリグデフォームでは太もも周りが太くなります。違いは微妙かもしれませんが、こだわってスクショを撮影される方には大きな恩恵があると思います。ただちょっと控えめな感じなので、次はもっと違いがはっきり分かるものを使ってみます。こちらの EKT シックボディリグは一目見ただけで変化に気づくと思います。がっしりした太ももとボリュームのあるヒップラインが欲しい方はぜひどうぞ。行き過ぎではない絶妙な線が保たれた素晴らしいリグですね。ただ衣装によってはちょっとクリッピングが発生することがあります。その辺は割り切って使いましょう。ボディリグ最後は T ボディリグ。太ももやヒップはシック V ボディリグとほぼ同じですが、このボディリグはバストのボリュームアップできます。ただし最大サイズのメガミルクを導入するとクリッピングが不可避ですのでお気をつけください。比較的ハイスト氏の衣装はクリッピングが少ないかなという印象はあります。ここからカテゴリー変えてゲームプレイですね。ゲームプレイ1つ目はコンピューターエニウェア。どこにいても PC を開いてネットを見たりストアにアクセスできます。このモードを起動するにはデセプショスクエストコアも導入した上で一度 V のアパートに戻る必要があります。すでにアパート内にいる場合は一度入り直してください。でこちらも一緒に使ってみてください。アイドルエニウェア。待機中にタバコを吸ったり食い物を食ったりジュースを飲んだりできます。イマーシブですね。お次はサイレントサイレンサー。サイレンサー付きの武器でちゃんとステルスしながら攻撃できるようになります。バニラではステルス状態であっても一撃で仕留めきれなかった場合は戦闘状態に入ってしまいますが、このサイレントサイレンサーを導入すれば警戒態勢にはなるものの一定の距離を保っていればステルス状態が維持されます。で合わせてこちらのモッドも使ってみてください。ズーマブルスコープ。長距離スコープで段階的にズームが可能になるモッドです。ズーム倍率を変更するホットキーをサイバーエンジンツイークで設定して使ってください。諦めろ。4つ目もステルス系のモッド、ステルスフィニッシャー。もはや定番のモッドですね。近距離武器を使ったステルスキルができるようになります。ナイフや刀、マンティスブレードなどいろんな近接武器でステルスキルを試してみてください。そこにいるつもりか。でついでにというとあれですけども、このボタンも試してみてください。エアリアルテイクダウン。空中からのテイクダウンの高さ制限がなくなって背後から普通にジャンプするだけでもテイクダウンが可能になります。
難しいですけど戦闘のバリエーションが増えますね。6個目はノバカムボディカムリシェードライブ HUD。 ノバラットの作者の方がボディカムのシェーダーを使って作ったリシェードプリセットです。フリールックはイマーシブファーストパーソンのフリールックを使ってます。このリシェードプリセットはリシェード本体さえインストールすれば簡単に導入できるモッドです。エフェクトなんかもしっかり調整してくださってますので何もいじる必要はありません。エフェクトをオンにした瞬間ものすごい没入感のあるビジュアルに変わって驚きます。サイパンの楽しみ方が増えましたね。で個人的にですが、すごくいいなと思ったのがオーバーレイで表示させてる HUD。 キロシオプティカルのロゴなんか入っててサイパン仕様のボディカムといった感じで満足度がめっちゃ高かったです。リシェードもこのモッドも本当に簡単に導入できるのでぜひ一度試してみてください。ピンチにしてやれ。では今回の動画最後のモッドはエンハンスドビークルシステム。車のエンジンをかけたりドアを開けたりウィンドウを下ろしたりなどほとんどの車の操作を手動で行うことができるようになります。でこのモッドはキーボードだけでなくゲームパッドにもしっかり対応しています。十字キーとボタンの組み合わせで車のシステムを制御できます。操作方法のヘルプもちゃんと表示してくれるのでありがたいですね。サイパンでは車やバイクといったビークルのクオリティが、バニラモッド問わずすごく高いのでこういった乗り物のギミックを細かいところまで操作できるようになるのは楽しいと思います。僕が、また個人的にですけどこのモッドで面白いと思ったのが車のエンジンを自分でかけられるところですね。多分車好きの方なら理解していただけると思いますが車に乗った瞬間勝手にエンジンがかかるんじゃなくて自分でエンジンをかけて走り出すっていう何でもないようなアクションを挟むことでものすごい没入感が生まれると思いました。本当に素晴らしいアイデアで作られたモッドだと思います。ということで今回も長くなってしまいましたがこの辺にしておきたいと思います。前回もかなりの数のモッドを紹介したと思いますがいくらでもすごいモッドが出てくるもんですね。この先1年後2年後にはサイパンのモッド環境はどうなっているのでしょうか。全然予想もつかないですがいいものになると期待してこれからもしっかり見ていきたいと思います。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。